はい。それでは第5項を始めていきます。第5項では、リボンやフリルなどの衣装の装飾のラフモデルを作成していきます。それぞれの形状に合った適切な機能を選んで使い分けながら制作していきます。ではまず最初にリボンの作成をしていきます。はい、一旦この、サブツールは全部表示にして、ちなみにこの、表示非表示の機能があるんですけども、キーボードのシフトキーを押しながら、この目玉のアイコンを押すことで、一気に全部のサブツールを全部いっぺんに表示非表示っていうのができますので、で、これで、はい、今表示させたいものを素早く、表示するっていう時に非常に有効ですので、はい。はい。で、一旦全部、表示を非表示にして、こちらの挿入ですね。はい。モデルを挿入します。最初にこのシリンダー 3D というね、最初から入っているこのモデルを挿入すると、はい、このように円柱のモデルが挿入されます。程よい感じに、小さくして、90度傾けます。で、奥行きをちょっとだけ、はい、縮めてあげて、で、あとはそうですね、このポリッシュバイグループス、ポリッシュグループを、ちょっとだけ、かけてあげます。はい、これぐらいですかね。はい、ちなみにこの、ポリッシュとね、このポリッシュグループの方で、やっぱりそのかかり方がね、変わってきますので、はい。ポリッシュをかけた時と、このポリッシュグループをかけた時で、ちょっと結果が変わってきますので、求める結果に近い方をね、選んで、使い分けてやっていきます。今回は、このポリッシュグループを、ちょっとだけ程よくかけますね。で、今作ってるのがこの、リボンのこの真ん中のこの結び目の部分になります。もうちょっと、はい、横幅を縮めておきます。はい、これぐらいでいいと思いますので、そしたら、今度はこの、リボンの、羽の部分といいますか、はい、横側の部分を作っていきます。でもう一度ですね、挿入で、もう一度同じシリンダー 3D を挿入します。で、同じように、程よく、サイズを小さくして、で、そうですね、奥行きをちょっと縮めておきます。で、はい、この羽の部分を作りますので、この羽の部分の大きさのちょうどになるように、大きさをちょっと調整します。はい、こんな感じですね。そうしたら、この状態で、マスクラッソを選んで、この三角形の形になるようにマスクをしてあげます。はい、こういった感じでいいです。で、この時ね、ちょうどこの角の部分まで、しっかりマスクできるように、マスクしておきましょう。こんな風にね、ちょっと角までしっかりマスクがかかってないと、結果がちょっと変なことになりますので、角の部分までしっかりマスクしてあげてください。そうしたらこの状態で、このマスク境界にエッジループをかけてあげて、境界をなるべくまっすぐにしてあげます。で、その後、マスク分割ですね。マスク箇所を分割して、この三角の部分だけを切り抜きます。で、切り抜いた後のものはもう必要ありませんので削除で。で、まだちょっとガタガタになっておりますので、こちらは、ポリッシュグループで、まっすぐにしてあげます。で、ちょっとこの状態だとこの裏側が見えませんので、こちらの、両面っていうものをオンにしてあげて、裏側がね、見えるようにしましょう。こっちの方がわかりやすいです。であと、この段階で、もっと綺麗にしたいっていう場合には、G リメッシャーをかけてあげると、よりポリゴンの流れが綺麗になりますので、はい。で、この Z リメッシャーをかけてちょっとポリゴンの密度が高いなっていう場合には、前回説明した通り、この半分をオンにした状態で Z リメッシャーを何回かかけてあげると、はい、
これぐらいでちょうどいい、ラフモデルの、量にちょうどいいポリゴンの量になったと思います。で、仕上げにポリッシュグループでもう一回ぐらい綺麗にしてあげれば、はい、ポリゴンの流れが綺麗な曲線になりますので、はい。で、この状態で、はい、ムーブブラシを使って、ちょうどいい感じになるように変形してあげましょう。はい、根元をちょっと絞って、この真ん中の部分を持ち上げて、ちょっと綺麗なね、曲線にしてあげるといいと思います。はい、これぐらいでいいと思います。そしたらあともう一つ、この、紐のこの端の部分ですね。はい、リボンの端の部分を作っていきます。こちらも、インサート。インサートで、このプレーン 3D ですね。この真四角の板を挿入してあげます。あとは同じように、サイズを小さくしたり、この形になるようにですね。はい。大きさをざっくり変形させて、あとはムーブブラシで、はい。程よい感じに。あと、この結び目に行くにつれて、ちょっとだけこのピンチブラシを使って細めてあげたりすると、よりリボンっぽい形になるんじゃないかなと思います。このリボンの作り方は、他にもね、いろいろな方法がありますので、はい。お好きな方法で、必ずしもこういった方法を使わなくても、リボンの形っていうのは作ることができますので、皆さんお好みの方法でね、もしこれよりももっと早くて簡単っていう方法がありましたら、そちらの方を使っていただいていいと思います。はい。そしたらこのリボンの片側ができましたので、こちらを、え複製、複製して、ミラーですね。はい。ミラーすることによって反対側にもできます。同じようにこの端っこの紐の部分も、複製して、ミラーですね。ミラーをすることで反対側に持ってくることができます。そしたら、この、羽の部分と、この紐の部分で、それぞれ結合してあげます。はい。右の羽と左の羽を、マージダウン、下と結合で結合してあげる。同じようにこの紐の部分も、結合で、はい。一緒のサブツールにしてあげます。そうすることでですね、はい。これで、この状態で、シンメトリーをオンにするとですね、はい、左右対称の状態で、はい、こういう風にまた形の形状の変更ができるようになりますので、この状態で、作っておくと非常に調整が、楽になって便利になりますので、最後に、はい、もう最終的に、リボンの形にね、雰囲気が近づくようにちょっと調整してあげます。はい、こんな感じでどうでしょうかね。はい。そしたらこれで一旦このリボンのラフモデル、一番もうベースとなるモデルがこれで完成ということにしておきますので、こちらの形は一応残しておきたいと思います。新しくフォルダを作ってあげて、リボンみたいな名前を付けてあげて、そちらの方にね、フォルダごとに格納しておくと非常に、わかりやすいと思いますので、で、この状態で、このフォルダのこの設定ボタン、歯車のボタンですね。こちらを押してあげて、えーこのフォルダ内結合っていうね、ボタンがあります。はい。英語で言うと、このマージフォルダーですね。はい。英語で言うマージフォルダーっていうもの。こちらを押してあげることで、このフォルダーの中に入っていったものを、全部一つのサブツールに結合して、このフォルダーの外にね、複製するっていう、そういった機能になりますので、はい。
このフォルダーの中のパーツをまとめて一つに出力したいときに使ってください。で、この、この最初に作ったこのリボンのフォルダーは、一応ね、今後もまた使っていくことがありますので、一番下の方にでも、はい、えー置いておいて、はい、いつでも使えるようにしておくといいと思います。そしたら一旦このできたこのラフモデルを、このフィギュアのモデルに配置したいと思いますので、はい、もう一回、シフトキーを押しながら、この目玉のね、アイコンを押してあげることで、もう一気に、全部表示されますので、で、こちらを、この胸のボタン、胸のリボンにね、持っていきたいと思いますので、黄色に色を塗ってあげて、はい。で移動と、大きさをね、変更してあげたりして、うまい具合にね、この胸のリボンの位置になるように持っていきます。はい。一旦これぐらいで、はい、いいと思いますので、はい。で、はい、リボンのラフモデルが完成しました。はい、それでは次に、このスカートについているね、この大きなボタンを作っていきたいと思います。はい、一旦すべてね、全部非表示にして、また同じように、このインサート、挿入で、このシリンダー 3D、こちらをね、挿入してあげます。ちょっと小さくしてあげて、で、ボタンのベースとなる、形を作っていきますので、はい、だいたいこれぐらいですかね。で、一旦こちらは、ディバイドして、そうですね、サブディビジョンレベル3ぐらいまでディバイドした後に、ポリッシュで、ちょっとだけ、角を丸めておきます。はい。そしたらこちらをね、ボタンのベースとして使っていきます。そしてもう一度、インサート、挿入で、また同じですね、このシリンダー 3D、こちらのモデルを挿入して、このボタンのこの、内側のちょっとだけへっこんでいる部分、こちらを作っていきたいと思います。だいたいこれぐらいになるようにして、えこちらでですね、この、今、Gizmo 3D を選択している状態なんですけども、こちらの、この歯車のボタン、歯車のアイコンを押してあげて、この中にですね、テーパーっていう機能があります。はい。こちらですね。はい。日本語で言うと、この矢印を選択したこの中にテーパーという機能があります。はい。こちらを押してあげると、このギズモのカーソルが、このテーパーの編集モードに切り替わります。で、矢印がたくさんあるんですけども、動かすところは、ここですね。この下の部分。こちらのこの三角コーンのアイコン、このカーソルですね。こちらをちょっとだけ、上にしてあげます。そうすると、こういった感じで、この下の部分、この矢印のカーソルの部分が、この面が絞られていきます。はい。これテーパーがかかっていくんですけども、はい。で、程よい感じでかけてあげて、ただし、このデフォルトの状態だと、ちょっとカーブがかかったようになっていますので、こちらは、まっすぐにしてあげます。で、それがこの白色のこのコーンですね。はい。こちらを、数字が出るんですけど、こちらを0にしてあげると、このまっすぐな直線になります。こちらはもっと、縮めてあげると、こんな感じで、はい。カーブのかかり具合っていうのを、この白色のカーソルで調整するんですけども、今回はこの0で大丈夫です。